皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けします。はい、皆さん、お元気ですか？日本はですね、最近とっても寒くなりました。私は暖かいね、夏が好きなので、すでに夏が恋しいですね。季節の変わり目は体調をね、崩しやすいので、皆さんも気をつけてくださいね。今日なんですけど、テーマはスマホ依存です。スマホ依存。うん。依存っていうのは、それがないと嫌だなって感じたりとか、不安になったりとか、無意識にそれをやってたりとか、うん、そういうものを依存って言います。皆さんは気がついたら SNS を開いてて、はあ、依存してるなって思ったこととかありませんか？うん、私はですね、実は SNS に依存してるなって最近結構感じてました。はい。無意識にね、SNS を開いてるんですよね。でね、ずっとただただスクリーンをスクロールして、気づいたら何時間も過ごしているっていうことがね、最近すごく多くて、自分が一番びっくりしてます。皆さんは一日にスマホを何時間くらい見てますか？今ってね、スマホの機能でスクリーンタイムを見られるんですよね。知ってますか？皆さんね、スクリーンタイムって通知が来るようにしてるでしょうか？うん。私はね、毎週通知が来ます。で、この通知では、先週のスクリーンタイムは平均何時間でしたって、そういうふうに教えてくれるんですね。うん。で、私はですね、なんと恐ろしいことに1日6時間とかスマホを見てる日もあるみたいです。うん、平均6時間なのでね、だいたい6時間ぐらい毎日見てますね。1日6時間ってことは、1日の4分の1はスマホを開いてるっていうことですよね。うん、怖いなぁと思いました。まあね、確かに私は毎日 YouTube を見たりとか、Netflix で作品を見たりとかしてるんですよね。だから、スマホを使う時間が長くなるっていうのは、まあまあまあ、わかります。でもね、それにしても6時間って相当ですよね。そのうちのね、半分くらいは SNS を見てるし、って考えると、ちょっと多すぎますよね。でね、そこで計算してみたんです。1日6時間スマホを見ることを1週間続けてますよね。うん。その結果、1週間で合計何時間スマホを開いていると思いますか？6時間かける7日間なので、単純計算をすると、42時間ですよね。42時間ってつまり丸々2日間くらいはスマホを見て過ごしていたっていうことですよね。うん。これ怖くないですか？スマホの中で起きていることに1週間で42時間も費やしてるんですよ。じゃあ、1ヶ月だったらどうなると思いますか？ 1 ヶ月ってだいたい4週間くらいですよね。うん。1週間で42時間だったら、かける4をすると168時間なんですよね。1ヶ月で168時間私はスマホのスクリーンを見てるんですよ。じゃあ1年間で何時間になると思いますか？ 1 年間は12ヶ月ですね。うん。なので、かける12で、なんと2016時間です。はい。
2016時間って言われてもピンとこないですよね。じゃあこれ何日間くらいかっていうと、まるまる84日間。寝なかったとして84日間。もうずーっとスマホを見て生きていたっていうことになるんですよね。約2ヶ月半の時間をずーっとスマホの中に起きていることを見て生きているっていうことになりますね。どう思いますか皆さん。これまずいですよね。私はスマホの中の情報ばかりに気を取られて生きるっていうのは嫌です。もっと現実世界にある綺麗なものを見つけたりとか触れたりとかして生きてるなーって感じながら生きたいなーって思っています。うん。思ってるんですよ。なのに気がついたらスマホを手に取ってるんですよね。気づいたらスマホを開いて SNS をダラダラスクロールしてるんですよね。本当に怖いですね。これが依存っていうことですよね。なのでね、どうしたら依存から抜け出せるんだろうなーって調べたんですよ。うん。そもそもなんでこんなに依存しちゃうんだろうなーって、そこから調べました。そしたらどうやらですね、依存をしてしまう時ってパターンがあるらしいです。基本的には例えばね、今日も何もできなかったなーとか、何も成し遂げられなかったなーっていう時に依存にね、なりやすいらしいんです。うん。人間はその虚しさをね、ごまかしたくなる生き物なんですよね。うん。例えばお酒を飲んだりとか、SNS を開くと気が紛れますもんね。うん。そうやってね、人間は現実から逃げようとしたくなる生き物なんですね。私はもうまさにそのタイプだったんですよね。仕事とか私生活でうまくいかないことは、やっぱりね、生きてればありますよね。うん。そういう時に無意識に SNS を開いて気分を変えようとしてたんですよね。SNS をね、だらだら見てる時って、さっきまでね、抱えていた問題をパッて忘れられませんか？私は忘れられるんですよね。いろんな情報がたくさん頭に入ってきますよね。うん。だから脳がドーパミンをたくさん出すらしいです。うん。ドーパミンっていうのは脳内に出るホルモンのことですね。このドーパミンが働くことで嬉しいとか楽しいっていう感じでね、気分が上がったりするみたいです。他にも、例えば目標に向かって頑張ろうって前向きな気持ちにしてくれるホルモンっていうのがドーパミンです。でもね、SNS を見てるとドーパミンが出過ぎてしまうらしいんですね。で、ドーパミンが出過ぎる状態に慣れてしまうんですよ。うん、そうすると、もっと SNS が見たいとか、もっと刺激が欲しいって脳がね、思うらしいんです。で、そうやって SNS 依存になるみたいですね。で、SNS 依存になると、だらだらと SNS を見るようになりますよね。そうやって仕事もダラダラしてしまう原因になるらしいです。うーん。ね、ふとした時に SNS が見たいなーって思っちゃって、集中力が続かなくなるみたいです。困りますよね、これ。じゃあね、どうすれば SNS 依存から抜け出せるのっていう、それが大切ですよね。これね、やり方はとってもシンプルらしくて、デトックスですね。デトックスする日を1週間に1回は作るっていうのがいいみたいです。
デトックス、つまりスマホに触れずに過ごす時間を作る、っていうことですね。どうやってデトックスするのがいいのかっていうと、例えばサイクリングがいいみたいですね。サイクリングをしている時ってスマホに触れないじゃないですか。運転してるから。だから自然とね、デトックスしやすいらしいんですよ。だからもう一日中サイクリングをする日を作るとか、それがいいらしいですね。うん、同じ理由で言うと、例えば海に入ってできるアクティビティもいいですよね。私はね、今、サップが気になってます。サップ。やったことありますか皆さん。サップっていうのは大きなサーフボードみたいなのに乗って遊ぶスポーツですね。今年ね、やりたいって思ってたんですけど、できなかったんですよね。はい。皆さんは今年の夏、何か夏らしいことはしましたか？私はね、あんまりできなかったですね。海に行けなかったんですよね。行きたかったんですけど、でもね、気づいたら日本はもう寒いです。うん、海はまた来年行きたいなって思ってます。はい。とにかくですよ。そうやって強制的に一日スマホに触らない日を作るのが大切っていうことです。そうすると依存から抜け出しやすくなるみたいですね。はい。もしね、困っている人がいたら、ぜひ試してみてください。私はね、朝の時間はもうできるだけ SNS を見ないっていうことを最近は徹底しています。朝にね、SNS を見ると脳がやっぱり SNS が見たいって言いやすくなるんですよね。だから朝は勉強しています。はい。最近、韓国語の勉強を始めました。皆さんも日本語の勉強をしていると思います。やっぱり、意味のあることをするって、すごくね、気分が晴れますね。やっぱりそれがいいなって私は思いました。はい。皆さんもね、ぜひ、SNS を見るんだったら、ポッドキャストを聞くとか、単語帳を開くとか、そういう癖にね、切り替えることができたら、最高ですよね。はい。ということで、今日は SNS に依存してしまう理由とか、SNS 依存から抜け出す方法をお話ししてみました。私たちが生きているのは SNS の中ではなくて、今目の前にあるこの現実ですね。その現実にある美しいものをたくさん見て生活できたらいいんじゃないかなと私は思います。こういう動画が面白いと思ってくれた人は、ぜひチャンネル登録といいねボタンとコメントで応援をお願いします。私のパトレオンでは台本を読むことができます。読み書きも練習したい方はぜひ活用してみてください。ということで最後まで聞いてくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。